こんにちは。TTS の川本です。この動画は日本設計工学会2023年度秋季大会で講演した私自身の結果発表になります。大変ありがたいことに大会内で高い評価をいただき、優秀発表賞に選ばれました。専門的な内容も多く含まれますので、これまでに公開した物理エンジンの基礎と合わせてご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。東京貿易テクノシステムの川本と申します。物理エンジンを使ってメガネのズレを解析しました。よろしくお願いいたします。まずイメージをつかんでいただくために、シミュレーション結果の一例をご覧いただこうと思います。メガネを顔に乗せて、この状態で顔を上下に揺らすとメガネが吹っ飛ぶという現象を物理エンジンで作っています。動画はマネキンだったんですが、これを実際の顔やメガネを模したモデルで行っていきます。まず研究背景です。メタバースがバズっています。メタバースは主にエンターテインメント系で使われる概念ですが、産業界における注目も高いです。例えば、NVIDIA オムニバースは明確に産業用メタバースという歌い文句を使っています。この流れの中で、今まではゲーム用途であった物理エンジンを産業界でも使っていこうという動きが起きつつあります。ご覧いただいたのは Amazon のバーチャル工場です。ベルトコンベヤーの上で物が滑っていったりですとか、ロボットが物を破離するといったところに物理エンジンが使われているかと思います。次に、これも昨今流行っているバーチャル試着のサービスになりますが、これも産業用メタバースの一環と言えるかと思います。多くは 2D で写真の上に洋服やメガネを重ねるといったものになります。一部では 3D モデルを使ったアプリもあるようです。しかし、写真や 3D 形状だけではあくまで見た目の評価にとどまってしまいます。フィット性といった物理的な機能を評価するには至りません。ご覧いただきました Amazon のバーチャル工場、非常にインパクトがあります。しかし、運動方程式というところを考えると、かなり単純な運動しか解けないのではないか。あの動画以上のことにはならないのではないかという少しネガティブな予想も個人的には持っております。一方で 3D アニメ、いわゆる初音ミクが踊っている動画のようなものを見ると、あたかも足でスカートを蹴り上げているような複雑な干渉運動を解いているかのようにも見えます。また、前大会の特別講演で慶応の青山先生が講演されていた着想シミュレーションにも大変感化されました。弊社は測定器メーカーですので、3次元形状計測やメッシュモデルの作成といったサービスに物理シミュレーションを組み合わせていきたいという思いがあります。そこで、今回はこれに個人的な興味も重ねてなんですが、運動中のメガネのズレを物理エンジンを使って解析することにしました。まずメガネの部位と名称について簡単にご説明させていただきます。レンズを含む真ん中の部分をメインフレーム、左右の棒をテンプル、鼻に触る部分をノーズパッド、耳に触る部分をモダンと呼びます。本研究では、テンプルが顔を挟んで、形状的な適合性を伴って顔に固定される。そしてその状態から顔が運動した時にメガネがずれるという一連の現象をモデル化してまいります。解析対象としたのはこちらに示す2種類のメガネです。これらのメガネと弊社の顔面の形状を弊社のフレアを使って計測いたしました。開発環境は Unity。使用した物理エンジンは NVIDIA Physics です。物理エンジンの重要な機能の一つに当たり判定というものがございます。これは運動している物体同士が当たっているか、衝突しているかを判定するものになります。そして当たっていたならば反力を生じさせるという機能になります。しかしこれかなり重たい処理になりますので、ゲーム等ではかなり大雑把に使われるということが通例です。スカートの例でご説明申し上げますと、足と服の接触を直接見るわけではなくて、足と服にそれぞれ貼り付けられたコライダ
と呼ばれる球状のオブジェクト同士の当たりを判定するということをしているものがほとんどです。これによって処理を軽くしています。しかし本研究においては、顔とメガネの形状を反映した複雑な当たり判定といったところにトライしてまいります。とはいえ、測定器から得られたメッシュを使ってそのままコライダーを作ってしまうとさすがに処理が重くなってしまいます。このため、顔については鼻と耳、メガネについてはノーズパッドとモダンにのみコライダーを設けるということにしました。また、リトポロジーという方法を使って5ミリ程度の格子状のメッシュを手動で書き直し、そこに面コライダーを割り当てました。また顔については面ではなく球のコライダーを採用しています。これによって当たり判定の処理を軽くしています。次に人が行う運動の表現です。せっかく Unity 使ってますので、モデルを走らせたりしたかったんですが、結果的にはこれが難しかったです。3D アニメにおけるモーションと呼ばれるものの作り方になりますが、関節角度を与えて座標変換で動かします。座標変換で動いてますので、何もしないと運動量や加速度といった物理量を全く伴わずに本当に位置だけが変わっているという状態になります。このためこれが他の物体にぶつかっても押す力が生じないという動き方になります。先ほどからスカートの話ばかりしてしまうんですが、これも実は蹴り上げてはいなくて、コライダー同士の結果的な当たり判定だけでほぼスタティックに起きているという現象になります。というところで残念ながら、今回モデルを動かすというところについては諦めまして、少し乱暴なんですが、メガネをかけた状態から顔面を床に落とすということをしました。シミュレーションの流れになります。まず、テンプルで顔を挟めるくらいに近い位置にまで幾何的にメガネの位置を合わせてやります。これは手動でブレンダーというソフトを使って行いました。位置合わせの結果を Unity に持っていき、シミュレーションを行います。実際の結果になります。ヒンジにバネ力を溜めた状態から離してあげることによって、メガネが顔を挟む動きが発生します。このままですとメガネの位置が安定しませんので、今ちょっとご覧いただいているように顔を上下に少し揺らすということによってメガネの位置をなじませます。そしてこの状態から床に向かって落ちて、床にぶつかった時にメガネがずれるという一連のシミュレーションになります。今ご覧いただきましたシミュレーションの結果をグラフにしたものがこちらになります。オレンジで示しているのが顔の上下方向の動きです。丸3という風に強調しているのが顔が床に向かって落ちていたタイミングになります。次に青で示しているのがメガネの動きになります。顔に対する相対運動で前後方向になっています。今ご紹介申し上げた顔が床に向かって落ちていき、床にぶつかった時にメガネの側は前に滑っているということがこのグラフから見て取れるかと思います。では具体的に結果を見てまいります。まずご理解いただきたいんですが、今回使用した NVIDIA Physics では計算結果に再現性がありません。同じ条件から行ったシミュレーションであっても結果にばらつきが生じてしまいます。これを物理エンジンの非決定論的性質と言います。このため必ず10回ずつ計算を行うということをしました。その結果、シミュレーション結果は完全にばらつくわけではなくて、いくつかのパターンに集約しました。今左に示しているのは前のスライドでご覧いただいたのと全く同じシミュレーションになります。これが10回の計算の中で2回起きました。右に示しているのは同じ条件からのシミュレーションの別パターンの結果でございまして、10回中3回起きました。グラフを比較すると、左のパターンでは顔が落ちた時にメガネが前に滑っているんですが、右のパターンではメガネが滑っていません。この相違はメガネの着想位置の違いに起因すると考えられます。図を比較していただきますと、左のパターンでは比較的浅い位置にメガネがかかっている
のに対して、右のパターンでは、深いがっつりとした位置にメガネがかかっているというところが見て取れます。このためメガネが動きにくかったというふうに考えられます。このように物理エンジンを使った計算については、必ず複数回の結果を総合的に見る。あるいは結果の中から使えるものを選び出すということがどうしても必要になります。それを踏まえてモデルの妥当性を見てまいります。被験者にアクションカメラを持たせて自撮りをしながら台から落ちてもらっています。動画でご覧いただくんですが、左右同時に見るというのが難しいので、まず左だけをご覧いただきたいと思います。今落ちていて、地面に着地した時にメガネが前に滑るという現象になります。ではもう一度再生いたしますので、今度は右側のシミュレーションを主にご覧いただきたいと思います。同じように落ちていって、地面にぶつかった時に前に滑るというシミュレーションになります。今ご覧いただいたノーマルタイプなんですが、少し不自然なくらいに深くかけた時に前に滑りやすいというものでございました。こうした滑りが起きやすい条件といったところがシミュレーション結果でもおおよそ再現していたことから部分的ではあるんですがモデルの妥当性を示したというふうに考えています。では開発したモデルを使ってメガネの機能を評価してまいります。ここでは 1500mm 落としています。1500mm を落とした時に顔にかかる力は短距離走をしている時に相当しますのでかなり強い力です。ご覧いただいている図はメガネを幾何的に合わせる位置を 1mm ずつ前後に変化させ、それぞれの条件について10回ずつ計算を行った時の前滑り量になります。プロットの大きさは発生頻度を表しています。ノーマルタイプについては、標準的な着想位置から深い位置にかけて全体的に前滑りが起きていました。対してスポーツタイプでは、極端に浅い位置を除いて全体的に前滑りが起きないという結果になりました。これ当然、現実においてもスポーツタイプの方がずれないですので、本研究の手法によってメガネの物理的な機能を評価しているということが言えます。しかし、スポーツタイプの結果において、外れ値的に前滑りしやすくなってしまうという結果も見受けられました。これについて考察してまいります。今申し上げた外れ値ですが、テンプルのハサミ力が実際よりも弱かったために起きたというふうに考えています。ユニティのヒニジョイントにはスプリングというパラメータがあります。これはバネ定数に相当するんですが、無次元量になっていて、どのように設定すればよいかわかりません。このスプリング値を変えていたときに、どのようにバネ力が変化するかということも調べてみたんですが、スプリング値を大きくしていっても、バネ力は必ずしも大きくなりませんでした。あるところまで行くと頭打ちになってしまうということが確認されています。というところで本研究において、ヒンチ力についてはかなり妥協を強いられました。特にスポーツタイプにおいて、実際よりも挟む力が弱くなってしまっています。最後に少し広い視野で物理エンジンの産業利用について考えてみます。物理エンジンは運動や衝突を大数学的に解いているわけではないため、ある種の不完全さを必ず伴っています。その代表例が貫通です。3D アニメをご覧いただきますと、服から体がはみ出してしまう、突き抜けてしまうというところを必ずご覧いただけると思います。これ貫通と呼ばれる現象でして、原理的に避けられません。しかしこうした不自然さが功を奏するということもあります。右でご覧いただいている赤い強調部分は、メガネをかけた時に接触が生じていたコライダーになります。本研究のモデルは合体ですので、厳密な当たり判定をしたならば、テンプルと顔が点接触になって、メガネがぐらつくはずです。しかし、シミュレーションはそうなりませんでした。多くのコライダーで接する。つまり、面上にホールドすることによって着想が安定するという結果になりました。これはいわば当たり判定が不完全で、ある種の緩さを含んでいる
からうまくいったということが言えると思います。というところで、物理エンジン、科学技術的ではないというところが確かにございます。実際現状はかなりゲーム用に特化されています。しかしこれが計算について正確さが増す、信頼性が増す、汎用性が増すというように産業用にチューンされていくことによって産業分野でも使えるようになっていくのではないかというふうに期待しています。発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画では設計工学会の2023年度秋季大会で発表した研究を紹介させていただきました。約3ヶ月にわたって作成した物理エンジンについてのシリーズですが、今回で一区切りになります。次回からは大流行中の AI について考察してみようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。